もうこのタイトルがね、結局エロにしか興味がない貴様らのためのイラストロジックっていう、ちょっと一見すると高圧的な物言いなんだけども、ネットの掲示板なんかだと割とこういう物言いで書き込みとかするから、多分なんか彼の中ではネットの掲示板の延長線上をここでやってんのかなっていう印象は僕が個人的に思ってます。加藤智弘死刑囚の元同僚、大友さんのもとに届いたのは本人が作ったロジックアートでした。死刑囚表現展の主催者が送ってくれたそうです。細かく出題に関しての回答とかがこういうふうに貼られたりとかいろいろして、来る中でいまだにだから掲示板で自分はブサイクですとかやって他の人の反応を見てた時の延長線上でなんていうか人の反応を見てるのかな。一体どんな意味があるのでしょうか。割とそのメッセージ性があるんじゃないかなんていう人もいるけども、俺は単純にねやることがないから暇を潰してるだけなのかもしれないし、大友さんはアートに意味はなくてもその声自体に意味はあると考えています。そのものよりその何か問題を作って出して起こすっていう行動は彼が生きる今を生きてるなんか一つの証としての、メッセージのような気はしています。やっぱり無気力にね、まるで自殺の延長線上のように刑が執行されるよりはちゃんと自分というものを持って、刑は執行されるべきだと思ってるんで。事件から13年経った今も加藤死刑囚について語ることをやめない大友さん。その根底にある思いを聞きました。派遣社員として職を転々とする中、社会への不満を募らせ孤独感を深めていた時に没頭していたインターネットの掲示板で嫌がらせを受けた。ネット掲示板で自分になりすました人に罪悪感を与えるために犯行に及んだなどと自身の手記で綴った加藤智弘死刑囚。その相手に対し嫌がらせが重大な結果をもたらすことを知らしめようとして犯行に及んだという動機や経緯に酌量の余地は見出せず死刑を認めざるを得ない。青森に生まれ幼少期から度を越した家庭での教育環境で育てられてきました。子供時代の話を大友さんは本人に聞いたことがあると言います。自分自身に対しては中学まではモテていたって話はしていて、なんかテニス部で運動もできたし勉強もできたんですって、普通なかなか自分のことそこまで褒めないのに、割とそういうこと言ってて、で中学までっていうってことは高校はダメだったのかなって内心思いながら聞いてて、で高校どこ行ったって聞いたら青森高校、青森県の進学率トップの優秀な学校ですけども、そういった話はしたことあるんだけども、その一方で家庭の話となると極力父親母親の話をしないとか避けるように、なんか明らかになんか語りたくないんだよなっていう、もう聞いてくれるなっていう空気を出す。実家青森のお父さんお母さん元気なのって質問に対して元気ですよで終わり。帰るの？いや帰りません、忙しいから。だからもう膨らまそうとする気が全くないから、また本人的には語りたくない
だろうなって、で僕も察したから語らなかった、それ以上は。このことを後に大友さんは後悔することになります。一方、社会人となった加藤死刑囚は派遣の仕事などを転々とし、ネットの掲示板にのめり込んでいきました。仙台にいた時になんか攻略サイトみたいな掲示板を作ってたらしいって、それは本当に自分の趣味の範囲で自分の好きなゲームの、攻略情報とかを自分で掲示板作って、本当に限られた人、いわば多分だから加藤君っていうのを知らない人とだから作れるコミュニティを作ってたのかなっていう気はします。事件の直後から元同僚として加藤死刑囚について伝えてきた大友さん。時に世間からは加害者側と見られ、苦労は絶えなかったといいます。元同僚とか友人っていう距離感ですら結構いろんな弊害があって、会社から事件語るのは自由だけど、そういうのは会社を辞めてからやってくれとか、2年前ですかね、NHK で「事件の涙」ってドキュメンタリーに出させていただいたんですけども、出て放送終わって1週間もしないで大家さんから急に連絡が来て退去してくださいって話があって、僕自身が個人で語っているのは正直今でももっといろんな人が事件を語ってもいいのに世の中語れない状況が今この国にはあるよねっていう思いで、語ること自体が難しい世の中。それでも大友さんはやめるつもりはありません。お叱りをいただくことの方が多いですけども、僕が見てきたもの見たものをいいことも悪いことも加藤君に関して、語っていきたいし、だからそれを語る上で僕っていう人がどういう人なのかっていうのも知っていただければ、そういう物事を考えている大友が語ってる加藤像はこうなんだなっていう客観的な一つの、データとしてその聞いた人がそれをもとに判断していただければと思います。秋葉原近くの警備会社で働く大友さんは今でもあの交差点を通るたびに手を合わせています。だから僕自身は危険の兆し加藤君に対して感じていながら、彼が頑くなに両親のことを語らないとか、明らかに何か問題があるんだなっていうのは日常の会話の中で分かっていたんだけども、やっぱり突っ込んで話をすることもできなかったし、あえて触れないできた結果がね、こういうことにつながってしまったんであれば、僕自身がだから違う形でもっと積極的に彼と関わっていたら、語り続ける、その根底にある思いの一つ、それは後悔でした。自分の周りに何かそういう兆しっていうかある人がいる可能性があって、その時に例えば僕の話なんかを聞いた時に、もしかしたらっていう思いでちょっとその人との接し方を変えてみるとか、ちょっと敬遠してた部分をちょっと一歩踏み込んでみるみたいなことが、もしかしたら将来のこういった悲しい事件ですね、事件の目を詰めるんじゃないかなって思いがあって、僕みたいな感じでそういう兆しを持ってる人と接してる人は距離を置くんじゃなくて、より難しいかもしれないけど時には踏み込んでみる必要性もあるんじゃないかっていうメッセージも含めて、伝え続けて、